暑ー。うちの家エアコンないし、この夏どうすればいいの？エアコンをつけるには壁に穴を開けたり、外に室外機を置いたり、お住まいによってはできないケースもありますよね。そんな時に役に立つ冷房家電として、数年前から注目されているスポットクーラー。今回はこの家電の評判やメーカー特徴をまとめてきました。気象庁の予報によると、今年の夏も平年並みかそれ以上ってことなんで、今年の夏もまた暑くなりそうですね。それではやっていきましょう。具体的な話をする前に、スポットクーラーとは一体どういう家電なのかという点について簡単に触れておきます。構造的にはエアコンの室内機と室外機が一体化したものです。室内に置いて使えることから、エアコンのような大規模な設置工事が不要です。そのため、エアコンを設置したくても壁に穴を開けることが難しい物件であったり、室外機を外に置くことが難しい事情があれば、夏をしのぐ家電として需要があります。冷房能力はエアコンと比べると非力で、メーカーにもよりますが、木造であれば 4.5 畳、鉄筋住宅であれば7畳程度までの広さを推奨としていることがほとんどです。それ以上の広い部屋では出力不足を感じるでしょう。風向きも自動で変わらないモデルが多いので、温度ムラが発生しやすく、部屋全体を冷やすにはサーキュレーターや扇風機と併用が望ましいです。それから室外機と一体化している分、静音性が悪いです。寝室に設置して安眠できるかは人によりそうです。また、エアコンは室温に応じて出力を調整しますが、スポットクーラーはそういった調整ができないので、電気代がかかります。一方、価格は工事代を含めたエアコンよりは安く、本体重量はありますが、キャスターがあり、移動させることができるので、設置に自由度があります。総合的に見ると、エアコンを設置できる環境であれば、素直にエアコンを取り付けた方が良いでしょう。なお、大規模な工事は不要ですが、設置に関して最低限の労力はかかります。スポットクーラーを室内で使う場合、高熱な排気をダクトで外へ逃がす必要があります。窓パネルと排気ダクトが付属されていますので、これらを組み合わせて窓から排気します。窓パネルが窓に合うか、高さを事前に確認しておく必要があるでしょう。ちなみに、スポットクーラーは仕組み上、エアコンにはどうやっても勝てない理由があります。それは空気の循環方法です。スポットクーラーは多くの場合、室内の空気を吸い込み、冷やした涼風を室内に出し、高温になった空気を外へ排出します。室内の空気を屋外へ排出し続けるので、家の中の気圧が下がります。これを負圧と言いますが、玄関などのドアが重たくて開かないといったことが起こるのは、これが原因です。家の中の気圧が下がると、住宅の気密性にもよりますが、外気が家の隙間などから入り込みます。そのため、涼風が出ている部分は涼しいですが、家のどこかでは暖かい外気が侵入しているので、冷房効果としてはあまり効率的とは言えません。外気はどこから侵入するかは住宅の空気の流れ次第なので、部屋が冷えるかどうかは空気の流れを意識した配置とするか、住宅ガチャとなるでしょうか。まさしくスポット的にエリアを冷やす家電と言えます。もともとは広い空間や屋外で使う想定の冷房機なので仕方のない部分です。一方、エアコンは室外機が外気を吸い込み排出、室内の空気だけを循環しています。そのため、家の中が不圧になることはなく、外気を積極的に取り込む心配がありません。よって、同じ冷房能力のものだったならば、多くの場合、エアコンの方がスポットクーラーより冷房効率は高いでしょう。よく通販番組でうわー涼しいとか、うちも買うわみたいにベタ褒めしていることがありますが、彼らは十中八九使っていないでしょうね。
今年の夏もエアコンでキンキンに冷えてやがる。の部屋で快適に過ごすことでしょう。スポットクーラーは購入する前にその特徴を理解することが何よりも重要だと思っています。エアコン並みの冷房能力を期待されている方がよくいらっしゃいますが、それは仕組み上無理ってもんです。それでは前置きが長くなってしまいましたが、各社の比較をしていきましょう。それでは早速大手4社、中富、豊富、アイリスオーヤマ、ハイセンスの比較をしていきます。まずは冷房出力です。この数値が大きいと文字通り冷房能力が高くなりますので、注目すべきスペックです。以後、良い点を青字、いまいちな点を赤字で記していきます。なお、東日本、西日本で使用した場合に微妙に値が異なりますが、傾向は変わりませんので、今回は東日本で使用した場合のスペックで比較します。豊富、ハイセンスは一般的な 2kW、中富は 2.6kW の高出力モデルがあり、アイリスオーヤマは多くのラインナップを揃え 3.1kW まで対応しています。出力という点では数値上最も優れています。適用畳数の目安は設置環境にもよりますが、 2kW で6畳くらいまでと考えて良いかと思います。次に光熱費です。8時間運転した際の電気代を値上げ後の水準で記載しています。比較してみると、出力に対する電力効率は豊富、次いでハイセンスが良さそうです。中富、アイリスオーヤマは同水準です。なお、エアコンの電気代は運転時はだいたいこれの6割、設定温度到達時はほとんど電気代がかからないことから、かなりエコと言えるでしょう。続いて静音性です。静音性はデシベルという単位で表され、値は小さい方が静かという意味です。一般的には50デシベル前後は少しうるさいなと感じるラインなので、各社それなりに音はすることがわかります。比較してみると、ハイセンスのスペック値が高いです。たかが数デシベルと思うかもしれませんが、3デシベルで 1.4 倍、6デシベルで2倍違う計算です。実際各社、静音性に関しては不満の声が上がっていましたので、目安程度に捉えるのが良いかと思います。どうでもいい話ですが、シャチパンは小学生の頃、とある漫画の影響だったのか、うきょが口癖で、よく教師からうるさい黙れと言われていました。結構やばいやつです。次に設置性です。冒頭にも触れましたが、ここではもう少し詳しく解説します。スポットクーラーは高熱な排気を外へ逃がすため、付属の排気ダクトと窓パネルを組み合わせるのが一般的です。この窓パネルが住宅の窓のサイズに合うかは事前に確認する必要があります。購入時についてくる各社の窓パネルを比較すると、窓の高さ対応範囲はこのようになっており、ハイセンスが最も優れています。これは窓パネルの枚数も関係しており、大きさの違うパネルを組み合わせることができるからです。ハイセンスは4枚で最も多く、中富、豊富は2枚と少ないです。なお、高さのあまりない小窓に取り付けたい場合、枚数の少ない中富、豊富はノコギリなどでカットして高さ調整する必要があることには注意が必要です。ダクトは豊富だけは排気ダクトに加え、吸気ダクトを例外的に備えています。これは冒頭でも触れましたが、家の気圧が下がるために外の熱い空気を隙間などから取り込んでしまうスポットクーラーの弱点を克服するためです。吸気ダクトを設けることで室内の空気だけを循環させ、原理上エアコンのように効率よく冷やすことができます。ただし、この構成でも本体と排気ダクトの発熱がある分、やはりエアコンには劣るでしょう。ダクトも2本となるので、場所を取ることにも注意が必要です。
排水も必要によっては考えなければなりません。各社、結露した水分を本体内部で蒸発させ、排水を不要とするノンドレン方式を謳っていますが、硬質な環境であれば蒸発が間に合わず排水が必要となります。その場合、満水エラーで本体が停止した時に排水するか、排水ホースを取り付けて常に排水するかの2択となります。排水ホースを用いる場合はバケツなどの水受けが必要となるでしょう。それ以外には雨どいの直下も避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所への取り付けが望ましいです。それから使用中は窓に鍵をかけられないので、もし鍵をかけたい場合は補助鍵でカバーすることとなります。1階にお住まいの方は気になるところかもしれませんね。続いて価格です。お店や販売時期、モデルによって変わりますが、豊臣が最も高い傾向で、次いでアイリスオーヤマ、中富と続き、ハイセンスが安い傾向です。豊臣は最大の特徴である吸気ダクトがあるので仕方ないところはあるかもしれませんが、それでも工事費を含めたエアコンよりは安いことが多いでしょう。続いて口コミです。総じて冷房のパワーに関して好評・不評が両極端な印象でした。冷房効果に過度な期待は禁物でしょう。それから静音性に関しても各社うるさいという意見が多かったように感じました。中富はコスパが好評でした。オーソドックスなスポットクーラーとして注目を集めています。悪かった意見として各社そうなのですが、うるさいという声が少し他社より多かったように感じました。それから排水ホースをつなぐとノンドレン機能が解除され、排水が多くなるようです。中富のホームページや取説には記載がありませんでしたが、豊臣の方はホームページ上に記載があるので、おそらくそういうものではないかと思われます。排水ホースをつなぐ際は各社注意しておいた方が良いかもしれませんね。豊臣は他社と違い吸気ダクトがあるのが好評でした。原理上冷房効率が高くなります。それから別売りとなりますが、雨よけカバーがあります。もしもの時便利かもしれません。悪かった意見はやはりダクトが2本ということで場所を取るという声がありました。それから他社と比較して高めなのも残念という意見がありました。アイリスオーヤマは冷房出力が高めなのが好評でした。パワーという点では最もあります。それからモデルにもよりますが、ルーバーが自動でスイングするのが良いという声がありました。他社は手で調整するタイプです。また購入時にデフォルトで雨よけカバーがついてきます。悪かった意見としては中富同様うるさいという意見が少し多かった印象です。それからネジの欠品があるという書き込みが多かったように感じました。ハイセンスはコスパを褒める声が多かったです。価格は安くても基本機能は備わっています。それから窓の対応範囲が広いという声がありました。悪かった意見としては故障したという声が他社より多く感じました。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。満足度はエアコン並みの冷房能力を期待した方が多くいらして、全体的にいつもより低めな傾向ですが、その中でも中富の点数が高かったです。一方、アイリスオーヤマとハイセンスは他社と比較して口コミでもあった静音性や故障、欠品の指摘が多く、少し点数を落としてしまったように感じました。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、とにかく冷房出力の高い男気出力重視な方はアイリスオーヤマ。吸気ダクトによって
エアコンに近い動きができ、出力よりも効率を追い求めたい方は豊臣。とにかく安さが命、コスパの良いモデルをお探しであればハイセンス。バランスが良く人気のモデルが欲しいという方は中富が候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて今回の動画はこれで終わりです。シャチパンも小さい頃、真夏エアコンのない部屋で窓を網戸にして寝ていました。非常に寝苦しかったのを大人になった今でも覚えていますね。当時もしスポットクーラーがあったなら迷わず購入していたと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。